新車キャンピングカーを購入して2年2ヶ月が経ちました。今日の動画ではこの2年間でキャンピングカーの維持にかかった費用をすべてまとめて紹介していきます。キャンピングカーに乗っているとこんな声をよく耳にします。キャンピングカーって買ってからお金かかるんでしょ？維持費が大変なんじゃない？せっかくキャンピングカーを買っても維持費が高くて維持できないかも。そんな不安を解消するには実際にどうなのかイメージをつかむことです。今日の動画は1、車の金額、2、毎月の固定費、3、メンテナンス費用、4、修理代、5、2年間でかかった費用と3年目の想定金額の順にお話しします。これからキャンピングカーの購入をしたいと考えている方の参考に、またすでに所有されている方もぜひ比較としてご覧ください。キャンピングカーは夢だけど現実的に諦めている方たちに少しでも具体的なイメージをつかむきっかけとしてもらえたら嬉しいです。最後に費用を抑えてきたコツも紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。まず結論から言うと2年間でかかった金額は63万5000円です。これ皆さんどう感じますか？高いでしょうか？安いでしょうか？人それぞれ感覚が違うと思いますが、私としては思ったほど高くなかったというのが正直なところです。キャンピングカーに関わらず車を所有するには維持費がかかります。なので金額的にはキャンピングカーだから高いという不安はなくなりました。ただ結構費用を抑える工夫もしてきているのでもう少し詳しい詳細をお話ししていきます。1、車の金額。私たちが2020年に購入したキャンピングカーはナッツクレソンジャーニータイプ R、 オプションなども含めて総額840万円でした。ちなみに確か頭金は10万円くらいでした。これに関してはなんでこんなに安かったのか未だによくわかりません。すべてフルローンで毎月5万5千円の支払いがあります。ちなみにこの時点で普通は無理となってしまうところかもしれませんが、私たちは家に住む代わりにキャンピングカーを購入したので、家賃と車2台を所有する代わりにこの車のローンを払っています。もちろん家に住まないなんて現実的じゃないという人も多いと思いますが、それでも普通車と同じくらいの価格で買えるキャンピングカーも存在しているので、富裕層の人の娯楽というイメージは払拭されると思います。5万5千円かける2年間の24ヶ月で132万円プラス頭金の10万円で合計142万円を2年間で払いました。ただこれに関しては人それぞれ変わるので先ほどの総額には含んでいません。2、毎月の固定費。毎月の固定費は主にガソリン代、駐車場代、保険料です。ガソリン代は月6000円から3万円、平均すると1ヶ月1万2000円。駐車場代はほぼ0円。時々キャンプや観光地のパーキング、RV パークを利用します。年間2万円くらい。保険料は最低限のランクで月4370円。2年間の固定費総額は43万2880円でした。3、メンテナンス費用。定期的にかかってくるメンテナンス費用は主にオイル交換、備品、洗車、車検です。オイル交換は約半年に1回のペースで6000円 ×4 回で2年間で2万4000円。備品としては排水タンクの洗浄剤や車の洗浄剤など2年で約6000円。洗車は 1,2 ヶ月のペースで手洗いで行っていますが、洗車場利用で1回300円くらい。そして車検、キャンピングカーなので新車でも2年で車検がありました。8万6000円でした。2年間のメンテナンス総額は12万800円でした。4、修理代。修理にお金がかかった箇所はエントランスドアの金具が1万4000円。強めに引っかかるでしょ、ダメなんですね。これが何かが引っかかった。どっちかが引っかかっちゃって、これがダメなんです。
バネ折れてるっぽいんで、バネ。あ、そうなんですね。はい、確かにちょっとずつ最近引っかかるようになってきたんですよ。はい、どうやらこちらのバネが取れちゃったみたいです。これがなんかおかしいんです。こんな感じになってます。こちらの細いワイヤーみたいのが、そうですね、それが折れちゃったみたいです。細いから細いんだこれがね。ね。変えてもらいました。ドア直しました。いくらでしたか？なんとじゃん、なんと。14,100円です。はい。まあまあ高い。高いね。仕方ないね。内訳は交換工賃が6,000円、はい。そして部品が5,000円、うん。そして送料が2,000円です。はい。ということでした。14,000円。急な出費でした。でしたね。でもね、すぐに対応してくれたから助かったけどね。確かに。ありがたいなって思いました。さっき壊れて今来たばっかりだからね。そうなの。本当に行ってすぐにね、対応してくれたから助かりました。 1時間で解決はしました。うん。ありがたいです。はい。よかった。ちょうどナッツ札幌店の近くでよかったです。よかった。助かった。助かったです。修理にお金がかかった箇所は、エントランスドアの金具が14,000円、シャワーパンの工賃が3万円くらいです。実はキャンピングカー購入1年間は保証期間内だったので、その時に無料で直してもらった箇所がいくつかありました。これは次の動画でお見せしたいと思います。修理代の総額は44,000円でした。5、2年間でかかった費用と3年目の想定金額。毎月の固定費、メンテナンス費用、修理代を合わせて2年間で約58万円でした。一般的にはここまでだと思います。これに合わせて私たちは毎年冬に沖縄に来ているので、その時のフェリー代が1年目は行き13万円、帰り5万5千円。2年目、行き5万5千円。帰りは仕事のオファーをもらえたので負担していただいて実費2万円。フェリー代も合わせて2年で63万5千円でした。1ヶ月あたり2万6500円の計算です。これに合わせて月々の車のローン5万5千円で約8万円がキャンピングカーに関わる出費になります。2人いるので1人当たり4万円です。おまけに家賃はないので、これがお金がなかった私たちでもキャンピングカーに乗れた理由です。3年目の想定金額。ここまで大きな故障や出費も少なかったんですが、3年目は少しお金がかかりそうです。その理由はタイヤ交換とサブバッテリーの交換です。タイヤ交換の目安は3年くらい、バッテリー交換の目安は使用環境で変わります。うちのタイヤは先日車検で見てもらったところ、まだ溝があるとのことで大丈夫そうですが、タイヤ交換は4本で10万円。これは同じタイヤを交換したキャンピングカーオーナーさんにお聞きしました。サブバッテリーは AC デルコ 110Ah、日本で約3万円ですが、次はリチウムイオンバッテリーにしたいので3倍くらいの価格になると思います。最後に費用を抑えるコツをお話しします。まず1つ目は先ほどもお話しした購入1年間の保証期間をフル活用するということです。定期的にナッツさんへ行き、不安な箇所や故障箇所の相談、取り替えを行ってもらっていました。また購入1年以降でも結構親身に相談に乗っていただけたりするので、やはり何かあったり不安があったら早めに相談に行くことがおすすめです。そして2つ目、メンテナンスはなるべく複数の店舗の費用を比較してなるべくコストが抑えられる店舗で行うということです。例えば車検に関しても私たちは8万6千円でしたが、場所が変わるとプラス10万円くらい費用が変わってきます。3つ目、ガソリン代が月平均1万2千円というのも
費用が抑えられている大きな要因です。私たち夫婦は旅をしていますが、大きな移動はほとんどしません。移動費でお金が一番かかるのは沖縄へのフェリー代です。しかし4ヶ月以上滞在して毎日の移動距離が少しずつなので、これが一番ガソリン代を抑えられています。丸焼き、本当にこれまん丸。本当だ。かわいい。あ、すごいすごい。どうでしょう。中身見してくれ。おお、なるほど。Just the two of us and we could stay up all night kissing under streetlights doing what we want to 美味しいね。おいしい。